皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ロシアはいろいろとかなり苦しいことになっているなというのがわかるニュースを今回は取り上げていこうと思います。今回取り上げるニュースは、まず第一に、ロシア製の兵器が全然売れなくなっているなという話。そして第2のニュースは、ロシア軍の兵士がいよいよ足りなくなったために、政策の段階から兵士を補充するために動かなければならなくなった。そうした2つのロシアの苦しい内実について取り上げていこうと思います。それでは早速、ロシアに今何が起きているか見ていきましょう。地政学的大惨事。ロシアの武器の販売が6分の1に崩壊。8月15日から21日までモスクワで開催され、ロシア国防省によると72カ国からの代表団が参加したアーミー2022フォーラムは、ロシアの軍産複合体にとって悲惨な結果で終わった。プーチン大統領が自ら兵器の売り込みを行い、ロシアの同盟国に最新型を約束したにもかかわらず、ロスボロネクスポート、ロシアの軍事輸出入の窓口となる国家機関が締結した契約は6分の1に減少してしまったのだ。ロシア国防省の報道を引用した国内ニュースによると、武器輸出を独占する国営企業ロステックは、今回のフォーラムで3億9000万ドル相当の契約を2件契約しただけという。去年の同フォーラムでは20億ユーロに相当する20件の契約が結ばれていた。ウクライナでのロシア兵器の姿を全世界が見た後、ロシア兵器の需要も減少している。戦争はロシアの兵器産業の評判に大打撃を与えたと、アメリカの研究機関ウィルソンセンターの所長で元駐ロシア大使のマーク・グリーンは言う。ロシアの原始的な爆弾がビルを吹き飛ばすのを見て、どの国もそうだこれが必要だと言うとは思えないとグリーン氏は説明する。さらに兵器の生産自体が崩壊の危機に瀕していることが判明している。制裁によりロシアの製造業者は輸入された部品から切り離されており、様々な種類の兵器に少なくとも450個の海外製部品が含まれていることがイギリスの王立連合サービス研究所の専門家の調べで分かったのである。彼らはウクライナで捕獲されたロシアのオルラン銃、ドローン機や T90 戦車を含む27種類の兵器を調査し、外国メーカー製の数百の部品はロシアに制裁を行っていない国から輸入して代替することはできないと結論付けたのです。ストックホルム平和研究所によると、ロシアは世界第2位の武器輸出国ですが、過去5年間でシェアの 26% を失っています。これはウクライナに対する本格的な侵攻を行うよりも前からの傾向として、すでにロシアの兵器産業が力を失っていることを意味します。ロシアの武器の最大の買い手は、インド、中国、エジプト、アルジェリアです。ロシアの武器輸出の 73% がこれらの国です。さらに、イラクとベトナムの武器輸入の半分以上がロシア製です。制裁とウクライナでの装備損失の影響により、ロシアの武器輸出は減少し続け、今後数年でフランスに負けて武器輸出世界第3位に後退する可能性があると、ストックホルム平和研究所の上級研究員は予測している。これまでの買い手たちは、ロシアの兵器生産力と経済全体がそれほど大きくないため、ロシアが兵器を契約通りに供給できるか、その義務を果たすことができないのではないかと恐れている。これは、ウクライナで兵器が大量に破壊され、穴埋め用の生産が優先された場合、そもそも輸出用の生産余力がないのではないか。そして、この記事でも書かれているように、制裁を受けている状態では、部品がそもそもないのだから、輸出用の兵器を生産することがそもそもできないのではないかということが疑われているということです。今回ロシアで行われた兵器展覧会において一つ話題になったものがあります。それは犬型ロボットに対戦車兵器を乗せるというものです。しかしこれは中国製の家庭用向けの犬型ドローンにロシアの対戦車砲を乗せたものであり、決してロシアの技術ではありません。このように現在のロシアというのは制裁をしていない国、中国製の何々を利用することによってしか、もはや兵器が生産できないのではないかといったことを一つ象徴する話でもあります。ロシア製兵器の買い手が一気に減っているという話に続いては、ロシア軍の兵員不足がかなり深刻だということを示すニュースを見てみましょう。ロシア軍兵力不足顕著、定員増員で対処、月80万円での勧誘も。ウクライナ侵攻を続けているロシア軍は兵員13万7千人を増員し、総員約115万人の体制を整える。プーチン大統領が25日に大統領令に署名し、
2023年1月から適用される。2017年11月に定めた現在のロシア軍の定員は約101万3600人で、今回は 13% 増員する。非戦闘員を含めたロシア軍の総定員も約190万2700人から約203万9700人まで増やしていく。プーチン政権は2月に始めたウクライナ侵攻を特別軍事作戦と位置づけ、国民から反発される可能性が高い総動員令の発令を避けてきた。一方で、アメリカがロシア軍の死傷者について7万から8万人に上ると推計するなど、多くの犠牲者が出ているとみられる。プーチン政権は軍の定員を増やすことで、前線の兵力不足に対処する方針。ウクライナ侵攻が長期化する中、ロシア政府は5月に入隊希望者について、ロシア人で40歳、外国籍なら30歳だった年齢制限を撤廃するなど、兵士の受け入れ枠を広げている。また、勧誘にも力を入れているようだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の分析によると、ロシア軍が半年の契約兵をリクルートする際、月額日本円で50万から80万円という高待遇を約束しているという。一方、ロシアの独立系メディアによると、モンゴル系のブリヤート人ら多くの少数民族の兵士が前線に送られている。ただ、一部の少数民族の部隊が契約を破棄して故郷に戻る事例も報じられている。ロシア側の苦しいという話を2つご紹介しましたが、一方でウクライナ側に対しては軍事供与の話が新たに報じられています。今回軍事支援を行うと発表したのはスペインです。提供する兵器類はまず防空システム。こちらは訓練にかなりの時間がかかるということで、今年中はおそらくは間に合わないかと思います。その他、剣式の野戦砲と砲弾、155mm 榴弾砲か 120mm 重迫撃砲か、もしくはその両方をウクライナに供与するということで、現在ウクライナと調整中です。その他 M113 装甲変異輸送車20両、そしてこの先の戦いを見据えた装備品の供与といったものが行われます。寒冷地用の軍服3万着、防寒ジャケット15,600着、ウェザースーツ15,000着などです。この動画を撮影している現時点においてはまだ夏なわけですが、すでに冬の戦いに向けての準備が始まっているというわけです。そしてもう一つ、ヨーロッパで改めて報道が出たようなので、これも取り上げておきます。台湾製のドローンがウクライナの戦場へ渡ります。その数なんと800機。しかも、台湾からウクライナへと渡るこのドローンは、60mm 迫撃砲弾を最大8発搭載することができるという、かなりの重武装のドローンとなります。ドローンの下部に取り付けられたドラムには迫撃砲弾が詰まっており、これが回転することによって連続的な攻撃を行うことができます。しかも、8発迫撃砲弾を持った状態で40分最大20キロの飛行が可能ということです。ただし、一つ注意しなければならないのは、台湾政府が政府としてウクライナへドローンを提供するわけではありません。これはあくまでもポーランドが台湾からドローンを購入し、その先については台湾は関知せず、あくまでもポーランドからウクライナへの軍事供与品として台湾製ドローンが渡るというわけです。このあたりは口裏合わせというか、台湾が直接的に軍事支援を行わないという一応の体裁は整えているのでしょう。最後にご紹介したドローンについての少し補足をしておきます。現在ウクライナはドローンをいわば空軍の一部分として非常に重要視しています。これまで大型ドローン、中型ドローン、小型ドローン、そして前回の動画では超小型のドローンなどがウクライナへ供与されることによってウクライナ軍の様々な面での戦いをサポートしています。そしてこれら提供されるドローンの中には一つ特徴があって、開発が終わったばかりのものや現在の戦場の様子を見ながら改良を加えたものなども積極的に投入されています。なぜそのようなことになっているかといえば、これはウクライナ側から世界各国に呼びかけられているのですが、戦場で試してみたいものがあるのであれば、ぜひとも積極的にウクライナに供与してほしいと自らデータ取りに協力することを発表しているのです。どこの国においてもそうなのですが、軍事装備というのはやはり頭で考えてきっとこうなるだろう、きっとこう役に立つだろうという具合にして、設計段階では様々な考えを巡らすものです。しかし実際に戦場で使った場合においては思わぬことが起こったりするものですから、実際に戦場でどう使うか、その情報というのは非常に貴重なものなのです。そして受け入れる側のウクライナがそのようなデータ取りに協力すると
表明していますから、新型のドローンなどは送る方も受け取る方も双方にとって利益が出る話なのです。ですから、ウクライナに渡されたドローンの中で未だに情報が謎に包まれているアメリカのフェニックスゴーストのように、渡す方も情報をひた確信しながら、実際には戦場で活躍している可能性のあるドローンなどもあるわけです。それはそれとして少し話を元に戻しますが、ロシア軍によるウクライナ侵攻、そして半年が経ったわけですが、その戦場の様相というのはまさにロシア軍の兵器にとっては苦難の日々だったと言えるでしょう。何しろウクライナに投入されている兵器はロシア軍にとっては実戦で使える最新鋭のものも含めて投入してきました。ただしここには一つ問題があって、軍事パレード用の最新兵器は結局のところロシアは戦場に投入できていないという事実を世界各国の軍関係者は見ています。例えば、ロシアにはステルス戦闘機がすでに開発済みですが、しかし戦場には全くその存在感がありません。本来であれば、対空レーダー網をかいくぐって空爆などを行えるはずのそのような戦闘機の姿がないということは、実際のところ役に立たないのではないかと陰口を叩かれるのも仕方ないことです。また、最新戦車 T14 なども、やはり軍事パレードには出てくるんだけど戦場に出てきたらきっと破壊される可能性が高いというような思いがロシア側にあるのか T90 しか戦場には出てきませんでした。しかしロシアの兵器産業としてはそのような実戦投入できないようなものについて積極的に売り込みをかけている状態ですから看板倒れに過ぎないといった面が非常に強く出ているのです。しかも記事で指摘されているようにロシアはロシアで日米欧これら西側諸国の部品というものを非常に多用して自分たちの兵器というものを作ってきました。しかもそれらが中国製の部品では代替できないし、そもそもロシアでは作ることは難しい、そんなものがたくさんあると指摘されているわけです。ですから戦場において強力な兵器ではないなというのがバレた上にさらに作ることもできないのかと評価を下げているからこそお得意様の国でもロシア製の兵器を買うのに躊躇しているというわけです。さらに、ロシア軍の兵士不足を補うための兵員枠の拡大というのは明らかにこの戦いが長期化することをロシア側も認めたという意味です。早期決戦であればわざわざ兵員の拡充などを行う必要はありません。このように兵員不足を補うために枠自体を広げたということはそれだけの数ウクライナに駐留して戦い続けなければならないとプーチン大統領も理解しているということです。しかし、それだけの数の兵士を侵略軍として外に置き続けるわけですから、やはり負担の大きさというものは今後も続くことでしょう。そして兵器や兵士の質が下がっていくロシア軍に対してウクライナ側に対しては兵器の供与は続くし、また兵士の訓練についてもウクライナ国外で行われていることなども考えると、この両国を比較した場合において、その戦力がどちらの方が上り坂か下り坂かというのははっきりしていると私は思っています。もちろんそのような動きというのは非常に緩慢なものですから、いきなりどちらかの方が圧倒的な優勢になるといったことはちょっとないわけですが、少なくともウクライナの国民にとっては現状、そして未来の姿としては希望が持てる状況になっているのは明らかでしょう。この戦争は秋、冬、そして来年へと続くことがもはや確定的な状況ではあるものの、希望があるのかないのかといったことは非常に両国にとって対照的な状況になりつつあります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。日本のニュースではどんどんウクライナ情勢の話が減ってきている現状ですが、国連常任理事国が核兵器の脅しをかけつつ侵略しているという非常に重大な出来事が起こっていることは、これからも継続して状況を見ていく必要があると私は思っています。このチャンネルでは少し多めにウクライナ情勢の話を今後もしていこうと思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。